はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、リクエストにまた答えていきたいと思います。で、今日はかなり難しい専門的な言葉をよく使いますので、私のトランスクリプションとか、下のサブタイトルを見ながら、見てください。もしわからなかったらね。はい。まず質問を読みます。はるか先生、いつも面白いポッドキャストを更新してくれてありがとうございます。いや、こちらこそ。今回も素晴らしいですね。いろいろ勉強になりました。最近日本円の円相場が結構下がっていきますよね。これについてお話しいただければと思います。日本円の値下がりは普通の国民の日常生活にどんな影響を与えましたかとか、日本に住んでいる方々がこれについてどう思いますかとか、日本政府が今までどんな対策を講じましたかとかのが聞きたいと思います。龍一日本の方中華系の方まあいいや。龍一さん読み方合ってんのかな？ありがとうございます。はい。今回はこのね、日本円の値下がり。円安と呼ばれるものです。円安がかなり問題になっておりますけれども、皆さんニュース見ましたか？今回は円安の話をしていくんですけど、私は全然専門家ではないので、もしかしたら間違っているかもしれないんですけど、私がいろいろニュースとかを見て、調べたことを今日は、ご説明します。はい。ということで今日はね、結構難しいですね。円安。はい。今、円の価値が下がってて、円安という状況になってるんですよね。どのぐらいかというと、今まで、1ドル、アメリカドルと比較するんですけど、1ドル、だいたい100円から110円ぐらいだったんですよね、今までは、平均的に。でも今、1ドル130円まで上がってるんですよ。っつって、マジで130円って感じなんだよね。本当に、今までも前代未聞、見たことない数字ですね。で、なんでこんな風になってしまったかというと、いろいろな原因があるんですけれども、一番の原因は金利です。金利っていうのはお金を貸すとき、あとは銀行にね、お金を預けるときにつく利子や利息の、金額のことになります。金利と言いますね。はい。例えば、お金を誰かから借りたとき、誰かっていうか会社から借りたときとかで、お金を借りた分を返すんじゃなくて、プラスで例えば1万円とか2万円とかつけますよね。その借りた分の何%をプラスで返さなきゃいけないんですよね。これを利子と言います。で、銀行にお金を貯金しますよね。預けますよね。その時に年に何回かプラス何円って入ってきますよね。銀行から。それは、利息と言うんですよ。そう。で、これを何%かって決めてるのが金利というレベル。お金のレベルっていうかパーセンテージですね。この金利っていうのは国によって違うんですよ。国によって違います。で、この金利が関係してるんですよね。で、何が問題かというと、今アメリカの金利っていうのはめちゃくちゃ上がってるんですよ。めちゃくちゃ上がってる。インフレだよね、アメリカって。で、金利が何パーとかで上がってるんですよね。それに対して日本の金利が下がってるんですよ。そうするとこの金利差というのが生まれて、この金利差が生まれるとどういうことになるかというと、お金がありますけど、アメリカとか、他の国、金利の、金利の率が高い国の方が、お金を預けたらその分もらえるお金も高いですよね。だから、じゃあ日本円を持ってても金利が低くてお金が増えることがないんだったら意味ないから、じゃあもうアメリカのドルに変えてドルで持とうとか、そういう考えになってしまうんですよ。だから、一気に円の価値がグッて下がって、ドル、他の国の価値が上がって、今こういう状況、円安の状況になってるんですよね。そう。はい。で、なんでこういうふうに、じゃあ、金利上げろよって思いますよね、日本政府。金利
上げとけよと思うんですけど、そう簡単に金利っていうのは上げられないんです。はい。っていうのも、日本はこの何十年っていうのを、その金利を下げるという政策をずっと取ってたんですよ。ね。その名前が金融緩和っていう名前なんですけど、金融緩和政策って言われるんですけど、その政策の中でも、ゼロ金利政策とか、マイナス金利政策って言われる政策があって、もう金利をほぼゼロ、もはやマイナスにするぐらいのレベルの下げ率にしてたんですよね、今まで。そう。で、なんでそういうことをしてたかというと、日本はずっと長い間デフレだったんですよ。デフレーションだったんですよね。で、景気が悪いから、その金利を下げることによって、そのお金を借りやすくなる。お金を借りるときにかかるお金っていうのが下がるんですよね、金利が下がると。だから会社作りたいけどお金がなくてできないって人がもっと会社を作れるようになるとか、子供育てたいけどお金ないっていう人がお金を借りやすくなるようにとか、そういうことを、やってたんですね。で、金融緩和をずっと図ってたんですよね。そう。で、前にオークションの話しましたよね。マンションの話。日本のっていうか東京のマンションがめちゃくちゃ価格上がってるっていう話。あれも金利政策に関わってるんですよ、実は。そう。日本の金利が安いから住宅ローンを組みやすいんですよね。ローンを組んでも、プラスで払うお金が少ないため、みんなガンガンローンを組んで、どんどんマンション買って、どんどんマンション建つみたいな。そういう状況なんですよ、今。そう。ね。はい。で、そんな長い間ね、金融緩和政策をしていたために、急に金融引き締め、その金利の値段を上げるっていうことはできないんですよね。もうみんなそんなことをしたらびっくりしちゃって大変なことになっちゃうから。なので簡単には金利を上げられない。でもアメリカはどんどん上がっていくっていう状況になってるので、どん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 円安が進んでいくんですよ。そう。で、普通の国民の日常にどんな影響があるかという話なんですけれども、円安っていうのは別に悪い話じゃないんですよ。本当は。本当はっていうか、いい円安と悪い円安っていうのがあって、なぜならメリットとデメリットがあるんですね、円安には。まずメリットっていうのは、輸出日本から輸出するものっていうのが、輸出しやすくなる。なぜなら日本の円が安いから、海外はみんな、今、買い時だって言ってみんな、円を買う、円というか、日本のものを買うじゃん、安いから。だから輸出がしやすくなる。あとは、海外から日本に旅行に来た人たちが、日本でお金を使いやすくなる。安いからね。うん。そういう状況。でも、今のところこの2つのメリットが全く感じられてないんですね。1つは多分わかると思います。みんな日本に入れない。今観光客を入れてないから。あともう一つは、輸出品はもちろん日本たくさんあるの。車とかね、特に。でも最近って日本で作って日本で売るんじゃなくて、中国とかもっと違う場所で工場を作ってその場所で売ってるから、あんまり、なんていうの、その輸出に対する利益っていうのがそんなに高くないんですよね、今。その円安だからといって。あまり影響がないんですよ。そう。だからメリットがほぼない。で、反対にデメリットっていうのがもちろんあって、デメリットは反対に輸入品が高くなること。輸入品が高くなるとどうなるかというと、もちろん商品、輸入商品も上がるのもそうなんですけれども、材料、例えば、トウモロコシとか、じゃがいもとか、なんかいろんなものを輸入してるんですけど、その材料が高くなると、レストランも高くなるし、ホテルも高くなるし、スーパーのものも高くなってしまうんですよね。だから結果的に物の値段が上がってしまうので、皆さん苦しい生活になってしまうということなんですよ。はい。で、もう一つのデメリットっていうのは、日本人が海外に行くときにすごく高く感じてしまうので、海外旅行に行きにくいっていうのもデメリットの一つになりますね。うん。で、この値段が上がってる状況はすごく感じていますね。スーパーに行ったりすると、あれこんなに高かったっけとか、その、なんか例えば、ヨガとか、私ヨガ行ってるんですけど、ヨガも値上がりしたんですよね。なんかいろんな多分材料費とかエネルギー代とかが上がってて、
値上がりしたっぽくて。まあ正直今その円安が原因なのか、それともコロナが原因なのか、それとも今のロシア・ウクライナ問題が原因なのかっていうのはわかんないんですけど、いろんな原因になっている、いろんな原因があるっていうのは事実ですね。でも、その材料費が上がってるから、じゃあ物の値段を上げればいいじゃん。商品の値段を上げればいいじゃんと思うんですけど、そうしたらみんな買えないんですよね。だから商品の値段も簡単に上げられないんですよ。でも会社側はコストがかかってしまう。その分。材料費が高いから。だからコストがどんどん上がって商品の値段をそんなに上げなかったら会社が潰れちゃうんですよね。だから今、最悪の円安って言われてるんですよね。会社も苦しい。みんなも苦しい。会社が苦しければ賃金も上がらない。賃金が上がらなかったらみんな物を買えないっていう最悪な状況になり始めてる。ということですね。で、日本政府が今までどんな対策を講じましたかっていう話なんですけど、正直言うとマジで何もないです。今のところ。マジで何もない。まあ、金利を引き上げるっていうのは難しい。から、今考えられてるのは、為替介入って言われるものですね。どういうものかというと、まあ、政府が、積極的に円を大量に買って、無理やり円の値段を上げるということですね。円を政府が大量に買う。これを為替介入って言うんですけど、これ為替介入を行ったのは、最後に行ったのが11年前の、震災の後らしいですよ。震災の後に政府が介入して為替介入を行ったらしいです。はい。そっからしてない。まあ、するもんじゃないからね、普通は。まあ、ただその為替介入も今できない状況らしい。まあ、詳しくは私わかんないけど。で、この為替介入ができない。じゃあ他に何をするかって言って、今、議論されてますけど、全く何も対策は講じられてないんですよね。はい。まあ、もちろん日本に住んでる人たちはかなり困ってますし、その、どうすればいいんだろうっていうふうのみんなは思ってると思いますよ。皆さんの国はどうでしょうか。なんかどの国も景気悪いと経済不安定とかありますよね。ありますよね。もうどの国も大変だと思うんですよね。でも日本ってマジで今やばいと思うんですよね、私。円安もやばいし、もうこれは始まりな気がしてて。で、少子高齢化もやばいから、なんか対策しようがないんですよね、いろんなことについて。どうすればいいのっていう状況ですよね。はい。まあ皆さんの国ではこの日本についてどのような報道をされてますか？ニュースとか、まあいろいろなところでどんなニュースが流れていますか？はい。そしてこの件についてどう思いますか？まあこの先のことは私はわかりません。専門家じゃないので、本当この先どうなるか全くわからないんだけど、まあ、政府がどうするかだね。結局はそこだと思います。はい。まあ、ということで、皆さん、円が安いので、なんかネットとかでもいいので、日本のものを買ったりしてください。日本のもの今安いよ。円で買えるものは全部安いよってことで。はい。たくさん買い物して、少しでもね、ちょっと日本にお金をお願いします。はい。じゃあ、今回はこんな感じで、円安のお話でした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。今日かなり結構話すスピードも速かったし、専門的用語が多かったので、必ずスクリプトをチェックしてみてくださいね。はい。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと、私のシャドーイングコースがスタートしました。詳しくは、前に YouTube の動画でシャドーイングコースについての動画をアップしてるので、ぜひ YouTube の動画チェックしてみてください。1ヶ月で5000円のサブスクリプションになります。円です。今、円安です。
皆さん、チャンスですよ。はい。はい。たくさんのね、ご参加お待ちしております。あと、なんだろうね、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。はい。以上かな。こんな感じで。はい。あとね、YouTube の動画に、雲の糸、芥川龍之介の雲の糸っていう日本の、短い物語なんですけれども、それのオーディオブックを載せてありますので、ぜひ聞いてみてください。短いですのでね。私、雲の糸のお話結構好きで。ちょっとネタバレになるけど、最後のシーンでお釈迦様が天国からその様子を見て、はーって言ってちょっと悲しい顔をして、またブラブラ歩き始めるっていう、なんていうの、お釈迦様にとっては暇つぶしというかさ、そんな大したことじゃないけど、そのね、主人公にとっては大したことであるので、その差がね、私にとっては結構面白いなって思ってました。はい。まだ見てない方はぜひ見てくださいね。はい。じゃあ今日はこんな感じでまた次回。さよなら。